ぱい入ってる。スペアのパーツまで送ってくれたのかな。それで僕が使っているこのラ・パボーニャはですね、これ買った時からここのですねレバーのところがなんかね干渉してどんどん削れていっちゃってっていう現象がね、これ両サイドで起こってて、こっちの右側もですね全体的に削れちゃってて、それでラ・パボーニの人にこれなんでなのって聞いたら、なんか新しいの丸ごと送ってくれて、イタリアから、ありがたいことにで届いたので、今日はちょっとこれをまず付け替えたいと思います。ここのレバーを取り付けるところの部品でこういうのがあるんですけど、こうやって入れるやつなんですけど、でこれね、内側にベアリングが入ったやつを使うとレバーの動きがスムーズになるよって教えてくれたので、こっちが純正で、こっちが中にベアリングが入ってるやつですね。800円ぐらいなので買ってみました。何ミリかな、10ぐらいかな。角度的にメガネじゃないとダメだ。でもこれ取り付けるだけだね。簡単だ。OK。ちょっとここのグリースを頂戴して、一応ね、設計図もあるんですよ。多分間違ってるってことはないはず。はい、できた。それでコーヒーだよね。コーヒーでね、コーヒー豆はねすごいいろいろ試したんですけど、その中でも特にラテにするにはこれがいいんじゃないかなっていう組み合わせがこれとこれで、ペルーのマチュピチュ天空っていう豆を8割で、今日はこっちのルワンダのチョコハニーっていうやつを、これブルボン酒なんですけど、こっちを2割一緒に焙煎しちゃいますけど、
欠点豆だけちょっとだけ外して、あんまないんですけど、欠点豆を弾き終わったら焙煎します。焙煎具合は好みだと思いますけど、ちょっと油が出てきたぐらい、フルシティよりちょっといったぐらいで止めるのがちょうどいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。これぐらいにこれからいってきます。今これ2ハゼしてる途中なんですけど、もうそろそろもうちょっとやったら止めるので、ちょっと火は止めます。ちょっとやりすぎたかも。それでアーモンドミルクはですね、日本で買えるやつは全部試したんですけど、その中でもこれが一番、美味しかったです。でこの筑波乳業さんが出してる濃いアーモンドミルク、まろやかプレーンとほんのり黒糖入りってやつの2種類が一番、他にももう2種類あるんですけど、この2つのどっちかがいいと思います。で筑波乳業さんが言うにはですね、こっちの黒糖入りはラテ用にスチームしても凝固しないようになってるらしくて、で実際に結構ね高温にしても全然凝固しないんですよ。でこっちは結構高温にすると凝固するんです。でこっちは本当にね何も味ついてないので、僕はこっちを使うときはメープルシロップか何かを小さじ1か2ぐらい入れて飲んだ方が美味しいような気がします。こっちはそのまま使えるんですけど、若干薄い感じがするんですよね。普通なんですけど、なんかこっちが濃いんでこっちがなんか薄く感じちゃうんですよね。だから個人的にはいつもこっちを飲みます。こっちにメープルシロップかなんかちょっと足して、でそんなに高温にしなければ凝固しないので、こっちを個人的には飲みます。どっちでもいいと思いますけどね。でいつもは測らないんですけど、だいたい毎日家で作ってたらどれぐらいで入れたら美味しいっていうの分かるじゃないですか。だから測らないんですけど、今日は紹介しないといけないのでちゃんと測ります。こんぐらいかな。260g アーモンドミルクにメープルシロップをちょっとでいいんだよね。5g で、豆はどんぐらい入れるか。結構山盛り入れるんですよね。こんぐらい使うかな。16g
標準ぐらいか。でグラインダーはマッツァーなんですけど、だいたいいつも3と4の中間ぐらいです。メモリここら辺をうろうろすることが多いです。よし。全然削れない。いいね。このまろやかプレーンはね、泡が結構モコモコしてるんで、ラテアートするのがね非常に難しいんですよ。こんなんですよ。ラテアートするんだったらこっちの黒糖入りのやつの方がやりやすいです。こっちの方がサラサラしてて、多分ね牛乳に近いと思うんです。でも僕は味的にはこっちの方が好きなのでこっちでやりますけど、あとね温度も70度以上とかにしなければそんなにね凝固することはないので、もっと高温にするとねなんだろうね凝固しちゃうんですけど、そんなに高温にしなければ普通に温められます。それでペルーのマチュピチュ天空ってやつと、あとルワンダのチョコハニーってやつは多分世界中で手に入ると思うんですけど、このアーモンドミルクは多分日本でしか売ってないと思うので、日本にいる人で機械が揃ってる人はぜひやってみてください。美味しいと思います。